うわー、マジかこれ。シロアリ。皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は家族にバレたら引退かというお話になります。いやー、ちょっと今回は本当にまずいことになりました。はい、今回私がお話しする内容はですね、秘宝ということになります。私、このようにですね、アクアリウム部屋を持っておりまして、4.5 畳という狭い部屋ではありますが、いろいろとね、かなり水槽の数も増えてきまして、本当に楽しんでいるというところであります。正直これまでいろいろトラブルはありました。例えばやっぱり水がね、かなり匂ってくると、家族からのクレームっていうのもありますし、やっぱり水を扱っていますので湿度がどうしてもその分高くなってしまいますよね。そんな中でカビが発生したり、本当にね、いろんなトラブルっていうのはこれまで私経験しております。しかし今回のは本当にこれとうとうやばいかもしれません。その実際光景を見た時っていうのはかなり焦っておりまして、で実際動画を撮るのも忘れておりました。というかね、撮る暇がないぐらい本当にテンパりました。動画を撮っておりませんので事の経緯をご説明させていただきます。以前動画でもご紹介しましたが、私のアクアリウム部屋には一つデスクがあります。でこのデスクはですね、マルトクショップという木材専門の、ネット通販サイトがありまして、そちらで天板を購入したんですね。でそれ自体は全然問題なかったんですが、実はその時にいろいろ天板を、どの木材にするのかっていうのをかなり迷っていましたので、木材サンプルというのを頼んでいたんですね。で木材サンプルこれ1枚確か100円ぐらいのものだったと思います。で、それから結局使い道がほとんどなかったんですけど、捨てるのもなと思って今一応残していたんです。でそちらを同じく DIY で作った棚にですね置いてありました。でしばらく放置をしていたんですが、この前アクリル板の加工をしていた時に使ったんですよね。その時に気づいちゃいました。大量にうごめく白い小さな虫。シロアリやん。その時は思ったんですよ。で実際これね、私めっちゃその時テンパって、いやこれがもう家族にバレたらもう本当にいよいよやばいという風に、いやーもうこれは引退ですよ皆さん。いやもう本当に焦りました。ただ私の家これね、持ち家なんですけど、まだ建てて5年ぐらいしか経過してないんですよ。さすがにシロアリはないだろうと。いやーもうただね、もう内心本当にバクバクで、これはもうシロアリだったらもう終わりと思って、いろいろ調べたんです。そしたらですね、シロアリって、人目につくようなところにはもう基本出ないっていうような情報がネットでありまして、でちょっとねいろいろ調べてみたところ、おそらくこれ茶を立てる虫と書いて茶立て虫という虫だということが分かりました。おそらくこれ間違いないかと思います。皆さんご存知でしょうか。なぜ茶立て虫と呼ばれるかと言いますと、その由来は茶筅でお茶を立てる時のような音を出すからということのようです。で1匹では本当にわずかな音量になるということなんですが、それが、音が鳴り響きやすい障子とかそんなところに大量発生した場合に人間の耳に聞こえるぐらいの音量になるということで、茶立て虫という名前がついているようです。これを私見た時にシロアリと間違えたんですが、そもそもシロアリ自体もね私見たこと多分ないと思うので、間違えたわけです。でこの茶立て虫っていうのが見た目的にはダニとかと、誤認されることが結構あるみたいで、ダニと違って人間には害は、ないっていうような情報です。はい、ちょっとこの辺は分かりませんが、ただ大量に発生するともう何より気持ち悪いですし、でそのまた死骸にですねダニとかが群がってくるということもあるようですので、出ないに越したことはありません。でこの茶立て虫はカビとかを食べたりするようなんですよね。で実は私エアコン管理をしていたんですが、なんとそのサンプルを置いていたのがエアコンの突出口でした。いやもうねこれは本当にねダメでした。で実際そのサンプルがもうカビていたんですよね。でそこにどうやら大量発生したようです。でもう急いで私この置いてあったサンプル類もすべて処分をしたいうところと、この除湿機を購入しました。
アクアリウム部屋、皆さんもね、この夏場特にそうだと思うんですが、かなり湿度が高くなりますよね。私も実際湿度は計測していました。で夏場で本当にひどい時は 90% 台とか言っていましたが、低くてもですね 70%、後半から 80% ぐらいでずっと推移しておりましたので、これは本当にねやっぱり良くなかったですよね。で除湿機を導入したら、実際今はこれぐらい、56% とか、60% ぐらいで推移をしているということになります。当然エアコンでですね除湿機能も併用していたんですが、ちょっとエアコンが古かったのかなかなかね湿度が取れなかったんです。そればかりか、このエアコンの突出口からおそらくこれちょっとわからないんですが、湿気のようなものが出ていたのかなと。でちょうどその手前に置いてあったサンプルにもうカビが発生したということでしょうね。いやーもう本当に反省しました。ただねこれまだ家族にはバレていません。もうこの動画見たら本当に終わりなんですけど、動画見てないはずですので、いや今のところバレてはいません。ただ考えてみたら、このアクアリウムっていうのは本当にその湿気との戦いですよね。また流木などのこのレイアウト素材なんかもこれも本当は良くないんでしょうね。はい、実際水の中に1回沈めたやつっていうのは本当に多分これね、もう家の中に置いとくのって多分良くないと思います。私の家はですね、実は木造ではなくて、軽量鉄骨造ですかね。一応鉄骨造なんですけど、家の主要な部分、その辺は鉄なんですけど、壁であったりっていうのは当然木材を使っていますので、シロアリが発生しないってわけではないんですよね。ただ今回はもうシロアリではなかったっていうのがもう本当に不幸中の幸いです。でそれ以来ですね、多少チャタテムシ発生はしていますが、大量に発生するというのはなくなってきました。とりあえず原因の物質っていうのは取り除けたのかなというふうに思いますので、今後は本当に気をつけてやっていきたいというふうに思います。アクアリウムをやっていると本当にねトラブルっていうのはつきものだと思いますが、まさかこんなトラブルが発生するとは思いませんでした。いや本当に皆さんも気をつけていただければというふうに思います。はい、ということで今回は秘宝ということで、私のアクアリウム部屋に大量に虫が発生したというお話でした。アクアリウムって本当に楽しくて、私もねもうここまでハマったのは本当に初めてです。めちゃくちゃ楽しい趣味、私もおすすめしたい趣味ではありますが、こういうトラブルもありますよっていうのは私はね包み隠さずお話はしていきたいなというふうに思っています。これからもたくさん失敗はするかと思いますが、そのあたりも楽しんでいただければなというふうに思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。